ローマ教皇。全世界に約14億人いると言われるキリスト教、ローマカトリック信者の頂点に立ち、その影響力は世界屈指と言われる。2025年には中南米出身として初の教皇であったフランシスコ教皇が亡くなり、新教皇の選出選挙、コンクラーベが開催された。また、現教皇レオ14世が世界の指導者たちに平和を訴えたことも記憶に新しい。カトリックにおいてローマ教皇とはキリストの弟子の一人であった聖ペテロの後継者であると考えられており、特に中世における影響力は絶大であった。しかし時は進み、16世紀になると教会や教皇の腐敗は目に余るものとなっていく。時はルネサンス全盛期。イタリア・フィレンツェから始まった芸術や文化の再復興運動は、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロといった希代の天才を生み出した。その一方、教会を取り巻く環境は大きく変化し、教皇たちは従来の権威や収入を維持するため、あの手この手を尽くすようになっていった。42歳も年下の愛人を囲い、教会を私物化した教皇。教皇領の改修に執念を燃やし、自ら戦場へ赴いた戦う教皇。芸術を愛するがゆえ、信仰を金に変えた教皇。癖が強すぎる3人の教皇たちをご紹介します。アレクサンデル6世は1431年1月1日生まれ、元の名をロドリゴ・ボルジアと言います。秘伝の毒薬などで知られるボルジア家出身です。彼が教皇に選出されたのは1492年8月11日のことでした。ローマでは非常に人気が高く、彼の選出に民衆は歓喜したと伝わります。就任したアレクサンデルは警察機構を整備し、前任者の死から彼の選出まで権力の空白期間に悪化したローマの治安改善を図りました。同時に新たな判事を任命し、犯罪者を裁くだけでなく、市民たちからの苦情を受け付ける任務を課しました。彼自身、毎週火曜日には直接市民たちからの請願を受けていたといいます。汚職を防ぐため、判事たちには十分な給与が支払われ、彼らの自宅は警察機構によって厳重に警備されました。そしてもう一つ、彼が下したある裁定は、現代にまで影響を残すことになります。時は大航海時代。コロンブスが新大陸から帰還。アレクサンデルは新大陸の利権をめぐり、各国が争いを繰り広げることを懸念し、1493年、新大陸をスペインとポルトガルで二分することを提案。翌年には、彼の提案をもとに、トルデシリャス条約が締結されました。この時、ベルデ岬諸島から約1800キロの地点で南北に線が引かれたのですが、誰も南アメリカ大陸の形状を知らなかったため、南アメリカではブラジルだけがポルトガルに属することになりました。こうして一定の政治的成果を上げたアレクサンデルですが、教皇としては問題のある人物でもありました。彼には3人の女性たちとの間に少なくとも9人の諸子がいたと言われているのです。教皇に選出されたアレクサンデルは、諸子たちや愛人をバチカンの居住区に住まわせました。これまでも隠し子や愛人を持つ教皇はいたのですが、それは公然の秘密であり、教皇たちも彼らの存在を隠すのが常識だったのです。そんな中、こうしたアレクサンデルの行動は、まさに前例のない異常事態だったと言えます。そして、この時彼の愛人だったのが、当時18歳のジュリア・ファルネーゼです。アレクサンデルより42歳も年下の彼女は、ローマの名門、オルシーニ家のオルシーノ・オルシーニの妻でした。
彼は自分の子供のような年齢の彼女に夢中になり、彼女が夫に会うたびに激しく嫉妬。彼女をバチカンに居住させ、彼女の兄アレッサンドロを枢機卿に任じるなどやりたい放題。それだけでなく、子供たちを教会の要職に任命したり、貴族や王族と結婚させるなど、まるで世俗の国王のように振る舞いました。2人目の愛人との長男チェーザレはわずか15歳でスペインのパンプローナ司教に任命され、アレクサンデルの即位とともにバレンシア大司教の地位を譲渡されました。次男のフアンは若くしてガンディア公となり、スペインのフェルナンド2世のいとこにあたるマリア・エンリケスと結婚しただけでなく、教皇軍の総督にまで任命されました。ちなみにフェルナンド2世はヘンリー8世の最初の妻キャサリン・オブ・アラゴンの父親ですから、マリア・エンリケスは彼女とも縁続きということになります。三男ホフレは12歳でナポリオ・フェランテの孫で、当時16歳のサンチャ・オブ・アラゴンと結婚し、スクイッラーチェ公の称号を与えられました。しかしパリピで女好きのフアンは義両親や妻から嫌われ、ホフレは年上の妻サンチャに翻弄されるなど、2人の結婚生活は順調とは言えませんでした。そして末娘のルクレツィアは特にアレクサンデルのお気に入りだったと言われ、ペザーロの領主であったジョバンニ・スフォルツァと結婚。しかし父の外交政策の変更に伴いジョバンニとは離婚させられ、その後さらに2度も政略結婚を余儀なくされました。あからさまな身内びいきで教皇庁を私物化し、聖職者という建前さえ捨てて子供たちを政治の道具としたアレクサンデルですが、中でも最も悪名高いエピソードが栗の宴です。1501年10月31日、チェーザレが教皇庁で開催したその宴は、50人ほどの裸の高級娼婦たちが性器を使って床にばらまかれた栗を拾うという卑猥極まるもので、アレクサンデル、チェーザレ、そしてなんとルクレツィアもその場で鑑賞していたと言われています。ユリウス2世ことジュリアーノ・デラ・ロベーレは1443年イタリア北部の港町アルビッソーラで漁師の息子として生まれました。1471年、彼の父方の叔父がシクストゥス4世として教皇に選出されたことから、瞬く間に出世街道を上り、28歳で枢機卿のほか、数多くの聖職を兼任します。ところが、1492年、ライバルであったロドリゴ・ボルジアがアレクサンデル6世として選出されると、ジュリアーノはフランスへの亡命を余儀なくされます。約10年にわたる逃亡生活の後、1503年11月1日、念願の教皇に選出されました。彼もこれまでの教皇の例に漏れず、愛人を持ち、3人の娘を設けたとされます。豪華な食生活からくる痛風、そして奔放な性生活の中で梅毒にも感染していたと言われます。この頃の教会は、教会大分裂の後遺症で権威は失墜し、歴代教皇の浪費により、財政はボロボロの状態でした。ユリウスは容赦ない税金の取り立て、陛下の切り下げを行い、貨幣偽造を厳しく取り締まることで財政の立て直しを図ります。さらに聖職売買を公然と行っただけでなく、1507年には贖宥状販売の強行勅令を発行しました。贖宥状とは、購入することで友人や家族が煉獄へ滞在する期間を短縮できるというものです。ユリウスは贖宥状や聖職売買から得た利益をサンピエトロ大聖堂の改築に充て、1508年にはミケランジェロにシスティーナ礼拝堂の天井画制作を発注しています。そしてもう一つ、彼が予算と生涯をつぎ込んだのが教皇領の回復と外国勢力の駆逐です。中でも彼が特に高い関心を持っていたのはロマーニャ地方でした。ロマーニャ地方は小さな公国の集まりでしたが、教会支配は形骸化し、
各領主たちが独自の支配体制を築くようになっていたのです。ユリウスは領主たちに教会への支配権返還を強く要請しましたが、一部の領主たちは頑なに返還を拒みました。こうして1506年8月26日、御年62歳の教皇ユリウス2世は、自ら兵を率い、抵抗を続ける領主たちを討つべく出陣。バリオーニ家が支配していたペルージャ、ベンティボリオ家が支配していたボローニャを次々と攻略します。市民たちはユリウスを歓喜で出迎え、気を良くした彼は、ボローニャ、サンペトロニオ教会の玄関に、高さ4メートル以上の銅像を建てさせました。この銅像を作成したのも、ミケランジェロです。ユリウスは、彼に多くの作品を発注しましたが、ネクラで短気、秘密主義の彼とは、性格的に全く合わなかったようです。完成予定はできるだけ早くやります。できるだけ早くだと？ふざけるな。今すぐお前を終わらせてやろうか。さて、ペルージャとボローニャを奪還したユリウスは、次にベネチア共和国が実効支配していたリミニとファエンツァに目を向けます。1509年3月、フランスのルイ12世と神聖ローマ皇帝マクシミリアンのカンブレー同盟にユリウスも参加し、ベネツィアに2都市の返還を迫りました。同年5月、アニャデッロの戦いでベネツィア軍がフランスに敗北。教皇軍の指揮官だったユリウスの甥フランチェスコ・マリアがロマーニャを席巻し、残された町や要塞を奪還しました。しかし、ロマーニャ地方の諸都市奪還には成功したものの、ユリウスは早速次の問題に頭を悩まされることになります。ベネツィアを撃破し、イタリア国内で暴れ回るフランス軍をどう追い出すか。こうして戦う教皇ユリウスは今度はベネツィアと手を結ぶことに。この頃からユリウスは白いひげを伸ばし始めます。教皇がひげを伸ばすことは教会法で禁止されていましたが、ユリウスは気にも留めず、フランス軍を追い出すまではひげを剃らないと誓ったと言われています。そして野蛮人を追い出せをスローガンに、再び自ら出陣し、老体に鞭打って雪の中を行軍。ハゲ頭に教皇ローブ一丁で馬にまたがり、悪天候でテントに引きこもる兵士たちに悪態をつきながら、大砲の位置を直して回りました。その姿を見たベネツィア大使は、彼の強さは巨人のごとくだ、と記録しています。1511年10月5日、ベネツィア共和国、マクシミリアン率いる神聖ローマ帝国、そしてヘンリー8世率いるイングランドも加わり、神聖同盟が成立。イタリアからフランスを追い出すべく大戦争が始まります。しかし、ルイ12世の甥、ガストン・ド・フォワの活躍もあり、フランス軍は破竹の快進撃を展開。12月30日、ボローニャ。新フランスの市民たちにより、ミケランジェロ制作のユリウスの銅像は引き倒され、溶かして大砲に作り変えられてしまいました。ところが、1512年4月11日、ラベンナゲの戦いでガストン・ド・フォワが戦死すると、攻守は逆転。ヘンリー8世のイングランド軍からノルマンディーを攻められ、スペイン軍がピレネー山脈から迫り、追い詰められたフランス軍はイタリアからの撤退を余儀なくされました。我々は勝ったのだ。後の教皇レオ10世となるジョバンニ・デ・メディチは1475年12月11日フィレンツェに生まれました。偉大なるロレンツォと呼ばれたロレンツォ・デ・メディチの息子であった彼は、一族の伝統に漏れず芸術を愛し、自らも作曲や作詞をたしなみました。そんな彼は1513年3月11日、戦う教皇ユリウス2世の後を継いで教皇に選出されます。枢機卿たちは
度重なる将軍教皇の出兵に疲弊し、支配者層出身の教皇を求めたと言われます。まだ38歳でしたが、肥満で不健康。多くが彼の在位は長くないだろうと考えていたようです。神が教皇位を与えたもうたからには存分に楽しもうではないか。周囲の懸念をよそに、彼自身は新たな挑戦を前向きに捉えていたようです。そんな彼には成し遂げたい2つの野望がありました。一つはイタリア政界におけるメディチ家の権威を取り戻すこと。そして2つ目は外国勢力をイタリアから駆逐することです。彼はフェラーラとウルビーノ両公国の統一を核に中央イタリアに強大な国家を築き、その国を甥のロレンツォに支配させる構想を抱いていました。そしてミラノとナポリ王国からスペインを追い出し、代わりに弟のジュリアーノに支配させようとしたのです。そんな中、1515年1月1日、ルイ12世が死去。後継にはフランソワ1世が即位します。レオはまだ若いフランソワを影響下に置き、手なずけることができると考えていましたが、その期待は完全に外れることになります。フランソワは10万人の大軍でアルプスを越え、当時最強と謳われたスイス傭兵団を撃破。ロレンツォ率いるメディチ軍とスペインの連合軍も蹴散らし、ミラノを占領。破竹の勢いでボローニャへ進軍したのです。レオとフランソワはボローニャで対面。レオは表面上は平静を装いながら、フランスの要求をほぼ全面的に受け入れる屈辱に耐えるしかありませんでした。そして1516年1月23日にスペインのフェルナンド2世が、3月17日には弟のジュリアーノが立て続けに亡くなります。これを受け、レオはジュリアーノの友人でもあったウルビーノ公フランチェスコ・マリア・デラ・ロベーレの排除に乗り出します。ロレンツォ率いる教皇軍は激戦の末ウルビーノを奪取しましたが、ロレンツォはこの戦いで重傷を負い、徐々に心と体を蝕まれていくことになりました。ちなみにこのロレンツォの娘カテリナが後のフランス王妃カトリーヌ・ド・メディシスです。レオ10世は才能ある芸術家や作家、学者を集め、ローマをヨーロッパ一の文化都市にすべく尽力しました。ローマンアカデミーを保護し、ローマ大学を再編、広大な図書館を開放し、価値ある写本を収集。時には自らの聖職録や枢機卿の帽子を売るなどして、作家や学者への金銭援助を惜しみませんでした。演劇、仮面劇、バレエ、パントマイムなど数々の芸術を愛し楽しみましたが、一方でその審美眼には疑問の声も多かったようです。多くの芸術家を支援した一方で、マキャベリやアリオスト、グイッチャルディーニといった東大きっての才能には興味を示さず冷遇。システィーナ礼拝堂にヨーロッパ一と言われる聖歌隊を整備した一方、聖歌の選曲はありきたりであったと言われます。彼自身が作った曲や詩に関してもオリジナリティや言葉の美しさは見られず、評価は高くありません。また、ひどい浪費家であったとされ、ローマ中の銀行から借金をし、中には利子が 40% を超える高利のものもあったといいます。ある時はどういうわけか自身を天才詩人と思い込んだバラバッロという名の老司祭をからかい、自身のペットであった象のアンノにまたがらせ、ローマを行進させたりしました。アンノは民衆の歓声に驚き、サンタンジェロ橋の手前で動けなくなってしまい、ローバラバッロは象から降りて歩くことになりました。レオはその様子を手持ち眼鏡で近くのバルコニーから見物して笑っていたのです。浪費家な上に意地も悪いレオですが、彼の名を現代まで轟かせることになったのはやはり職友情の乱発でしょう。レオはユリウスが始めたバチカン宮殿の再建と
サンピエトロ大聖堂の改築を継承し、お気に入りだったラファエロに数々のフレスコ画を発注しました。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチに依頼し、ポンティーネ湿地の干拓事業まで開始。こうした事業は当然多額の資金を必要とし、すでに借金まみれの彼は食友情の乱発で資金を調達しようとしたのです。さらにドイツ・ブランデンブルクの若き貴公子アルブレヒトと共謀し、出世の見返りに食友情販売の利益を山分け、挙句ドミニコ会の説教師テッツェルを雇い、食友情を大々的に宣伝したのです。箱にコインを入れるだけ、煉獄の母の魂が天国へ近づくよ。こうした事態に激しい怒りを抱き、立ち上がった者がいました。当時ビッテンベルクの無名の神学者だったマルティン・ルターです。1517年、ルターは95箇条の論題を教会の扉に貼り付け、教会が説く国会、贖罪、懺悔などを否定。お金で救いが買えるかのような誤解を与えているとして、食友情とその販売を激しく批判しました。レオ10世はルターへの対処を完全に誤り、ドイツ諸侯の中にはルターの主張を支持し、保護する者が現れ始めました。そんな最中の1519年、神聖ローマ皇帝マクシミリアンが亡くなり、彼の孫であったカール5世が後任に選出されます。カール5世はすでにスペインとナポリの王であり、ネーデルラントの支配権を持ち、さらにオーストリア大公でもありました。レオは当初、彼の選出を阻止しようとしましたが、それが無理だと分かると、今度は彼にすり寄り、ルターの逮捕と処刑を迫ったのです。カール5世は、ルターの処刑を実現させる代わりに、ミラノなど、イタリアにあるフランス諸領への攻撃援助を要請。フランスを追い出したいレオは、当然これを快諾しました。1521年、カール5世がフランスに勝利。フランス軍はイタリア諸都市から撤退し敗走。そして同年12月1日、レオ10世は勝利の余韻の中でこの世を去りました。しかしルターは結局処刑を免れ、すでに燃え上がった改革の炎はレオの死後にさらに勢いを増し、ヨーロッパを二分する争いへと発展していくのです。華やかな芸術と文化が花開いたルネサンス。ダ・ヴィンチやミケランジェロ、ラファエロといった天才たちが残した作品は、今も私たちを魅了してやみません。しかしその裏で、時の教皇たちは、汚職と腐敗にまみれ、狂乱と戦いに明け暮れ、湯水のごとく浪費を繰り返しました。教皇庁を私物化したアレクサンデル6世。宮殿の改築と戦争に明け暮れたユリウス2世。借金返済のため食友情を乱発したレオ10世。そして彼らの腐敗と浪費が巻き起こした宗教改革の嵐は、この後の歴史に大きな影響を与えることになります。あなたは神の代理人であったはずの彼らが腐敗と汚職にまみれることになった原因は何だったと思いますか？コメント欄で感想を教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新の研究や専門書に基づき、歴史の裏側に隠された真実に迫ります。動画が気に入ったら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。